落ちたら受け止めろよ。はい。はい。動きます。こんなシャルとか取ったことねえやろ。船で来ないといけないっていうその特別感。魚の旨味がギュッと詰まってたみたいな。はい、ミシェラ。また来ますよ、その返事。もう、おっちゃんそれだけで幸せです。なんでこっちゃなってほら、な、職業病だな。包丁持ったらくやんな。包丁とロープだ。ね。包丁では結婚していい。長年な、こういうことばっかりしとったら、曲がって。そしたら、こう、包丁持って、こう、たこんでけちょうじゃ、こう当たって。今何してきたかっていうとな、ほら。カサゴ。まあ、この辺で言えば荒かぶ。これをね、今日刺身するわけ。ね。朝は今日は56。取れたて取れてる。まだ生きとるよ。かい上げ山が取ってきたよね。ほらほら。お客さんが落ちるとさ、滑ったり、手すりがあそこにあるわけ。もう3年前から作ってるのはあっちに。10回ぐらい往復します。いろいろ家族をね、送り迎えとか通勤全部一回送ります。息子を6時半、娘と孫をね7時半、それからね、いろいろなお客さんの用意とか、それから市場に行ったりした時は朝の3時から市場行きますよ。で市場で仕入れてきたり、いろんなことやったりで、こっちに帰ってきて、今度はそれを料理する、それを用意をする、氷を取る、いろんな用事がよ。料理開始は娘たちを送って帰ってきてだから8時半ぐらいからぶっ通しです。でもう夜の11時12時まで3時間ぐらい。もう病気持ってます。かかってます。心臓の病気です。心筋症です。お客さんがね、遠いとこからね、自分の莫大なお金を使ってわざわざね、こういうね、人里離れたところまでやってきてくれるんでね、そのためには絶対自分のね、生きてる間はお客さんに対してね、失礼になるから続けます。さあ死ぬまで続けます。復活ばっかり言ってきて、船から上げてみよう。これまだ生きちゃう。船から上げたばっかり。母ちゃんがおらんと俺が仕事できるような。それが二人三脚いうのね。もう76になるな、もうすぐな。今75だ。元気じゃないだぞ。その心筋症いうのはね、いつ発作が起きるかわからん。そういう状態だ。それやらねえかんな。なんでかって言ったら、もうとにかくお客さんが来るから。
てくれるから。来るからじゃない、来てくれる。ね。こういうとこでも来てくれるんです。赤ナマコってやつ。岩場にいるわけね。岩と砂の間にいる。普通の青いやつは砂場だけにいるということで。これ仕入れしてるよ。仕入れせんとね、おっちゃんはもう今潜ることできんけん。前は素潜りの甘しょったと15年以上やってるよ。だけど体が壊してけね、今やってないからね。これがサザエです。今日刺身用のサザエとね、特殊な料理があるからね、大きいサザエの料理があります。なんか牛とかそういうやつだね。アワビですね。一人一個ずつせねかんね。市販されてるやつはないけね。魚料理のコースがあってね。だから使う品物も違うし、刺身も違うわけ。どうせ後でお客さん迎える準備するんだけどね。今もでこれミシュラン。ミシュランね。ここもアラビア語とか浅田舞とかあるわけ。アラビア語。いやごめんなさい。これはネパール語。ネパールね。キリンビルの会長、元会長。その右側はうちの親父、俺の親父。もう今セットが終わってるわけね。でここで料理をする。これがほらこの前嵐の時のやつ。これも取っていいね。ここに来たね、感想とかそういう人がありますね。海外ですね。何でも書いてあります。書いてますよ。ね、このまた来ますがいいね。また来ますよ、その返事。もうおっちゃんそれだけで幸せですね。もうこれがねあるから頑張ってるんだ。こんなふうにねばっかりでも来てくれる。
もう寒い日はね、やっぱ大変だね。今からね、神経締めしますね。こういうやつでね、神経締めやったら全部が動かなくなるんですね。身が一日中持つということです。これやったらもう終わり。これで終わり。普通のアワビじゃないと、殻が薄くてこう色きれいやけどね、黒アワビじゃないとです。皮膚が傷まないですね、金属製のやつよりね。まだこれでも心臓を覚えてます。心臓を後から取り出して見せるからね。心臓だけ動きます。ですよ。人間よりも生命力が強いんです。ね、海猫がいっぱいいる。もうすぐしたら来るよ。ここにわーっと来る。こんなシャルとか取ったことねえやろ。普通の料理人専門ね。こういうことね。お客さんがね、どうね、おっちゃんに対してね、コメント持ってくるから、それが楽しみや。いろんな人いるよ。それが面白いとよ。魚を見て決めるんです。どういう料理しようか。こう締め方とかね、こういうさばき方が違うね。でも母ちゃんがやってるから、母ちゃんが掃除してます。お客さんと持っていて食べるだけ。いつも叱られてます。なんでいつまで喋れたね、早すんねって。もう可愛い姉ちゃんに来たら元気出してね。いらんことばっかり言う。さあ、それがおっちゃんの楽しみだ。包丁いっぱいあるよ。包丁はいっぱいある。おっちゃんのエピソードが詰まったやつ。これ3月でしょ。4月でしょ。5月でしょ。6月にちょっと空いてるぐらいね。何日かしか空いてる。7月になったらちょっと空いてて、8月にまた、
土日はもう全てダメです。今年中ダメです。12月で、ほら、日曜日全部ダメでしょ。土曜日が空いてる。なかったかな、わかめ。どうか。わかめないよ。使わない。平鈴木と鈴木は種類が違うからね。違うんです。頭も違う、ね。頭の形が違うんです。平鈴木。
写真はさ。肝はね、話してて、後で肝の料理があります。そのためにね、肝だけを取ってます。刺身にはつけない。ちゃんとこう形がなってんだね。ね、いつもこれ押さえてるからね。で必ず左手には手袋でんと手切るよ。スポッと左手はもう大事なんや。なんでかって後から寿司握らないから。ちゃんがもう今指が利かんようになってるから。前みたいに取れんちゃん。もう簡単に取るって。あれは取る気ないやろ。はい、内臓取れんって。指前ごでしゃがんって。最近指曲がったっちゃなかろうけど。あれしてる。あ、新しい気だ。みんな使うとそれだけ。刺身使うと。違う違う。殻は使う。だ、金槌で割ってきてや。うん、うん、いいよ。サザエの料理ね、また別にもするけんね、今日はね。珍しいやつをするけん。楽しみがあるやろ。
みかん取るの。みかん取る。絶対登るからね。落ちたら受け止めろよ。時々落ちることもあるぞ。よいしょ。か。絶対分だけどね。こういうのが普通のところにないやろ。珍しいです。はい。こんな。あ？な？一人ずつ。みんな7000の。大丈夫よ。もしもし。はい、皆さん。はい。氷って書いた製氷機の下の方につけると思います。はい。12時頃にはいると思いますので、はい、しばらくお待ちください。はい。失礼ますよ。こういうみかんが山にね。これいいですね。これが上がりです。
どうでしょう。いきますか。普通より楽勝です。これから後片付けとかするからね。今日はまあ夜があるんで大丈夫。だから朝のうちにね、もう魚全部さばいとかんと間に合わない。これで今迎えの準備できてるけどね。めちゃくちゃだよ。どんなこんな生活ね。どこから来た？中入っちゃってね。みんなね、生き残りかけて頑張ってる。若い頃、俺が若い頃はあちこちあったけどな、こうかな。作り方はこれ見てない。これ一人分ずつ自分で膝上に置けるか。醤油の中に柚子胡椒で食べます。わさびは使わない。ね、醤油も柚子胡椒もポン酢もこの家も手作りです。これでね、ビール飲むときはね、冷蔵庫なんか置いてあるから適当に取ってください。もうここに来たら脱走できない。もう手が連れて帰るんでね。生子は小鉢に入れる？小鉢がこれを見たときどうするか。お待たせ。お腹空いたらこれもう出るか？これだけは来てるけどね。余計分発して。今日はね、荒株の作りだな。荒株と下のは平鈴木です。それが大きな鍋ですね。頑張って食べてよ。体の虫で連れてからな。どんな美味しいね。大丈夫？今ね、一人2個ずつね。で、これ生子を取ってください。赤生子です。はい。味付け終わってるからね。はい。
サザエと。違う、もう赤生子。映画このね、この料理はね、すぐ食べるぞ。はい。これね、丼でね、野菜と一緒に取る。それでこの皿に入れてね、すぐ食べてください。料理の名前、スンパオロース、わかる？スンパオロース、ね。ロースね。日本語で言うね、甘鯛のさつま揚げです。野菜でくるんで食べます。ね。めっちゃうまい。どうだ？暑いけどな。頑張って食べるよ。マグロ。うん。チーマグロって言ってね、小さい海の。で、取ったら一個ずつ取る。美味しい。うまくない。美味しいです。はい、これを取ってくれ。切らすね。姿焼きの。ハムでね、ハムの時みたいにね、むしりながら食べるぞ。写真撮ってない。あ、そうすると。もう釣りに行ってるおじいちゃん知ってるけどね。帰りにね、またリピーター、また帰ってくるけねっていう言葉で、予約していく人もいる。帰りにすぐ予約して、この次こそ決めて、それが多いから全部決めて。見つけもらってカルパッチョがいいよ。野菜持っていく。うん。さあ、せっかく食べてるけど、またすぐ食べるっていうと。はい、これはすぐ食べろ。あれね、あっちのはあんまりいかんけど、若い頃行っちゃったね。天神に行って、姉ちゃん言うて、グリグリ言うて。難しい汁があるね。さあ行きます。この重たいとですよ。いっぱい入って。頑張れ頑張れ。
とお寿司。あとお寿司焼き。はい、頑張って頑張って。ちょっと休憩しとかね。今からご飯作る、ね、握りをします。古代赤米のお寿司なの。うちの秘境飯っていう通称はね、秘境飯って名前がついてるの。古代のね、遺跡から出たやつです。別にだからって言っておかしいわけじゃない。美味しいよ。いろいろやってるじゃん。メニューがね、いっぱいある。わかめ中じゃろ、生わかめ。あ、ない。姉ちゃんがいいな。お菓子持ってきたらどんな姉ちゃんでもいい。マグロを切ったやつ、中落ちです。だけど世界中に腹いっぱい発信しとってくれよ。あれだ、朝から新聞ばね。一応これは寿司あげてくるけんね。みんなお腹空かして待っとるけど、はい、やっとできたぞ。上のやつを取ってくれ。これね、この皿に種類別に入れてな。はい、力いいかな。これね、うちがね、秘境飯っていうご飯です。はい。古代赤米。
今度はね、わさびがもうえらい効いてるんで、ね、置いてきたら汁持ってくるから、その汁飲んだらな、わさび消える。わさび消えるやつ、汁があるからな。こういうやつですよ。これでね、今日の料理が終わります。今日は実は鹿児島から来ました。でも本当にまず船で来ないといけないっていうその特別感と、やっぱこの品数とやっぱお父様のねお人柄っていうところがすごく人気な秘訣なのかなと思いました。全然自分だけでは食べきれなくってものすごい量でした。はい。全部本当に新鮮なので本当に食感なんかやっぱり。普通のスーパーとかで売ってる感じだと、まあ、美味しいですけどやっぱり食感が全然違うと思うんですね。ちょっともにゅっとしてるっていうか結構やっぱコリコリしててすごく美味しかったです全て。はい、福岡市から来ました。まあ家族みんな今日日曜日お休みだったから、ね、日曜日に予約しようと思ってたので家族で来たかったからですね。はい、たまにはですね家族孝行しとかないといかんので、ね、結構でももうお父さんもだいぶお年を召されてるからね無理してほしくないっていうか、まあ、一番やっぱこの料理のやっぱ美味しさとお父さんが面白いしっていうところで両方あると思いますし、僕は最初の刺身の刺し盛りあれが美味しかったんです。身がプリプリでなんかその醤油で食べるのも美味しいしポン酢つけてもいいし、もう何もつけなくても美味しいみたいな。どう食べても美味しくしかならないみたいな。ずっと昔から続いている墓守りをやってるんですね。その墓守りの子孫なんで、長男の数しかここでは暮らすことができない。ずっと昔から決まりがあるんですね。37代目の長男です。長男だけがずっと続いている。うちの家族だけじゃないとですよ。吉田家だけでない。他の家族もいたんだけどね、ずっともう長男だけが受け継いできてで、もう一つはね、なんでレストランがなるかって言ったらね、やっぱり自然がいっぱいあるのと、一番大事なものは渚なんです。海の音が聞こえます。今はね、護岸工事だらけでどこの港でもその渚がないんですよ。全部失われてる。でもうここはそれが残ってるんです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。刺身をね、この辺に置いてくる。ロースってね、それをお寿司。ちょっと少ないけどな。これ。いっぱいあるぞ。お疲れさん。お疲れさん。お疲れの。うるせえ、いいのよ。大丈夫。今ね、もうやっぱり世界中から来てくれるんだな。すごい。